日本が誇る鉄道技術、これが今海外で大活躍していた。いや、大活躍どころか国士という嬉しい悲鳴が上がっていた。それだけではない。日本はさらにこの道路の下に地下鉄を建設中だった。日本から飛行機で約4時間。増えすぎた人口をさばける公共交通機関は未発達で、道路交通状況は極度の渋滞により麻痺していた。今日はフィリピン・マニラを1泊2日で観光してきた。日本じゃないみたいだ。日本だけど日立は昔も今も日本橋。おもろ。ちゃんと木だよこれ。とりあえず変換プラグとか買うか。これが一番いいけど高いわ。4000円。これをね買いましたよ。2アンペアってちょっと低いけど1400円と安かったんで。みんなすげえ荷物だ。まだ搭乗手続きっていうかチェックインが始まってないのか。暇だな。いや長かったな。なんかちょっと時間かかったんですよね。まあ出国検査しますか。長そうだ。出国完了です。同時刻に JAL もマニラに行くみたいだけど、それが1時間遅れ。やばいな。わーすげえ。この動画は島ご覧の支援者の提供でお届けします。今回は仕事でフィリピン・マニラに行くことに。だからこのラウンジも航空券もホテルも全て予約してくれた。正直言って不安しかない。日本人が銃で脅されたらしい。韓国人は抵抗して腹を撃たれたと。だから僕もダミーの財布をいくつも用意してきたが、強盗に狙われたら潔く差し出す覚悟をここで決めた。やっちゃいなよ、そんな偽物なんか。危うく夢の中に落ちるところだった。140って遠いよ。 LCC かってぐらい遠いな。ちょっと寂しいぜ。巷では人気キャラらしいですよ。なかなかグッズを発売してくれないとか。テープで髪の毛が引っ張られるんですけど。143は遠っ。290メートル先。マジで言ってる。遠っ。このデザインいいよな。かっこいいわ。なんかすげえ寝心地いいベッドがいっぱい並んでていいな。ここら辺居酒屋から出てきたついでに飛行機に乗る雰囲気がすごくいいわ。こんな新しいターミナルだったんだ。トイレあるよな、さすがに。これでなかったらもう俺は終わりや。窓際撮ったんだ。ワンチャン朝日が見れるかなと思ったんだけど、手続きするときに窓際がいいか通路側がいいかって聞かれるんだけど、まあどっちでもいいかなと思いますね最近は。143マニラ1時55分。まあ多分もう行けるよな。なんじゃこりゃ。全然搭乗開始してねえじゃねえか。こんな広い空間が広がってたとは。素晴らしいね。 NHK じゃん。なんか小型機っていうか中型機っぽいやつ。さあ乗るか。ビジネスが良かったな。この機体のビジネスめっちゃコスパいいらしい。最後に買っとくか。ポカリがいいかな。汗。これもビジネスにアップグレードするべきだったか。綺麗なボーディングブリッジ。なんか緊張はしてないですね。酒の力は偉大なり、さらば日本。なるほどな。これがビジネスか。ほんでこれがエコノミー。49全部モニターあるんか。エコノミーなのに距離感こんな感じ。49。なるほど、ここは自由席だったか。通路側も悪くはないな。これ全然悪くないエコノミーだな。めっちゃ静か。何このナチスドイツだ。謎の毛布があるわ。何これ。結構いいんじゃない設備。エアバス321-200。意外とハイテクな機材だった。時刻は1時44分。もう寝るよ。橋を渡って会場の滑走路から離陸か。強い G は特に感じられず、乗り心地はとても良い。飛行時間は3時間58分。無事離陸完了。なぜか明るくなったから僕は毛布をかけておやすみなさい。嘘やろ。2時だってのにすき焼きの機内食配り始めたぞ。僕は必死に目を閉じて寝ようと努力した。でも努力したけどダメだった。結局映画を少しずつつまみ食いして、あっという間に着陸。気温は大して変わらない。湿度はまるで風呂の中。あと眠すぎる。換金したんすけどレートはそんなに悪くないですね。3849ペソ。税関抜けてすぐ目の前です。会社の人とは現地で落ち合う予定だった。グラブという配車アプリを使って
マニラで生活している人々の空気を吸った。日の出がとても心地よかった。なぜこんな穏やかな曲を選んだかというと、本当に穏やかだったからだ。東南アジア特有のクラクションの音はするが、空港周辺では渋滞がなかった。皆が仕事に向けて爽やかに通勤している様子が、僕の想像していたカオスとはかけ離れていた。ここの高架線、確か新しくできた線路だっけな。後で当然乗るが、鉄道のありがたみを理解するためにマニラの洗礼を受けなきゃ。初めてグラブってのを利用したんですけど、すごい便利ですね。日本でも導入してほしいわ。僕が泊まるホテルはこれじゃないんですけど、仕事の都合上ここにいるだけですね。マニラにこんな綺麗なホテルがあるのか知らなかった。フィリピンの高速道路事情を知っているが、片側3車線 ETC もあってアウトバーンではないようだ。車の流れはとてもスムーズだった。僕らは空港から南下し、巨大な湖バイコを通過し、日本の工場群で数時間もろもろの仕事を済ませ、再び空港に向かう。同行者は今からインドに行くみたいだから、それの見送りも兼ねる。ところが帰りは前線にわたって大渋滞。ここでフィリピンの洗礼を受けた。もうね、やばすぎ。このフィリピンは渋滞が本当に深刻だ。空港の8キロ手前からここまで1時間もかかった。一体何が起きているんだ。遅延は当たり前。こんなんじゃまともな生活はできるはずがない。この状況を助けてくれる企業はあるんだろうか。ありますよ。 JICA は建設資金を有し、日立は運行システムを、清水建設などがトンネル工事を、東急などは土木工事を、住友商事は J トレックに240両の車両を製造依頼。人材育成は東京メトロも参画。その建設現場を後で見に行こう。だけどその前にお昼ご飯を食べに行こう。ラーメンも悪くはないが、嘘やろ。店員屋が悪いやん。これ食べる普通の天丼がない。1500円くらいか。高いな。日本食ばっかだな、ここらへん。この世界一治安が悪いと言われるニノイ秋野空港。3ターミナル全てがつながっておらず、僕の大好きなジョリビーもなかった。この後日本製の電車が走る LRT1 号線に乗りたい。その始発駅であるドクターサントス駅、その近くにあるショッピングモールでご飯を食べよう。グラブのアプリは本当によくできてて、リアルタイムで来る車が表示されるんですよね。 DCQ7667 こんな感じでパムロってるわ。割引使って244ペソ、700円くらいか。全部これグラブです。すげえわ。今度の運転手は気難しそうなおじさんだった。窓ガラスが暗すぎるな。それにこの後大雨が降るらしい。あっちは晴れてるのに天気は予想できないな。空港の真横には当たり前のように治安の悪そうな地域があり、新しいマンション群が建設中の場所もあった。本当に工事しているかはわからないが、フィリピンは近代化は進んでいるが、貧富の差はとても激しく、去年開業したばかりの鉄道高架橋の下にもストリートチルドレンらしき子たちはいた。セキュリティチェックは厳重だな。この SM モールっていうのはアジア最大級のショッピングモールだそうで、今ジョリビーを食べたい。どこにあるんだろう。ありますね。ありますあります。どこ行っても東京ラーメンあるな。まあええわ。プレカは使えるんかな。何食べよう。なるほどね。これはええわ。もしかしてコーヒーない感じ。なんで。あ、これがマジでうまかった。さかだぜ。タッチ決済いけたわ。うまそうマジで。なんか薄い肉だけど米がねやみつきなんだよなマジで。ポテトもうまいっすね。これで300円なんですよね。うますぎでしょ。安すぎでしょ。いや死ぬほどうまかったですね。いつでも食べたい味なんだよな。映画館か。忍たま乱太郎マジ面白かったな。日本人街か。日本の店しかないぞ。ユニクロまである。地図だとこの駅にたどり着くのに20分かかるんですけど、あそこの駐車場を突っ切ればこの駅に5分で着くっていうね。これがマニラ LRT1 全区間高架線だ。この駅は去年開業したばかりで約6キロの延伸区間だ。住友が少し出資しており、阪急電鉄は運行保守に関する技術支援をしている。とにかく綺麗な駅だ。本当に風が強いわ、湿気は強いわ、日差しは暑いわ。ほんまに赤道が近いってことがよくわかるよ。いやいいなこういう絵ってほんまに素晴らしいな。南国感がすげえわ。がフィリピンの
宇都宮ライトレールとか言われているあの車両、近畿車両と日本車両か、それの共同制作なんですよね。こんな綺麗な駅だけど、やっぱなんかいろいろキャッチっていうんですか、タクシーに乗らないかっていう意気込みがすげえな。ワンピースよ。これも乗ってみたいんだよな。一応ね、ちゃんとねお釣り返ってくるから良心的らしい。めちゃくちゃ綺麗だなこの駅、ありえないぐらい綺麗だ。一応この路線のメインカラーっていうのは黄色なんだけど、なぜか最近は赤になってんだよな。なんで？東武伊勢崎線が日比谷線に入るとき赤色になるみたいな、そういう現象が起きてる。ライトレールマニラコーポレーション、私鉄だけど三石のような要素もある。チケットはこれで買うんですかね。スイカみたいな青いビープカードってのが欲しいんだけど、あるかな。まず意味がわからないことにね、始発駅で回るにもかかわらず IC カードのビープカードってのが発売されてない。意味不明や。途中の僕はバラカン駅ってところにホテルがあるんで、そこまで乗りたいんだけど、そこまでの運賃が大体70円か。安いな。線路がありえないぐらい綺麗だな。早速やってきた赤い電車か。これは1万3000型でいいのかな。日本政府の出資によって約30編成120両が製造された。メーカーはスペインの CAF という会社だけど、モーターや窓ガラス、車両の至る所で日本製の部品が使われているようだ。後で探してみよう。それにしても涼しい。おお、日本の国旗じゃないか。車両と車両の間は行き来ができない。2両の車両が4つ、合計おそらく8両編成。カーブが多いためか、1両13メートルととても短い車両だ。窓ガラスに注目してみると、おや、山手線でよく見たような点々がある。このガラスは AGC 朝日ガラスだ。この箱の中には簡易的な運転台でも入ってるんだろうか。そろそろ車窓を眺めてみようかな。なんか煙も出てるしな。すげえ。これなんじゃこれ。大体中間廃墟があそこ側になってる。車はほとんど日本車や。沿線はまだまだ再開発の途中のようで、まだこの土地に住んでいる住民もいるようだ。動画には撮っていないが、僕の反対側には家と呼んでいいのかわからない小屋が密集している地域があり、そこで生活している人々がたくさんいた。未来への光である新しい鉄道に乗りながら、フィリピンの闇という現実を直視せざるを得ない。なんとも複雑な気分になる。阪急はこの LRT1 の沿線開発にも力を入れるらしいが、一体どのように計画を進めるのか、僕には見当もつかない。無戸籍無住所、いわゆるストリートチルドレンと呼ばれる子供たちが、このマニラ首都圏だけでも数万人から数十万人いるとされている。女性専用車ってのがあるんだよな。すごい。常時時間帯によって決まってるわけではなくて、常に女性専用車ってのがある。線路幅は新幹線と同じ標準機だ。重低音がいいな。いい音だ、本当に。しかも連接車。連接車にすることで価格が抑えられるのかな。2両に3つの台車がある。後でたくさん聞けるけど、ブレーキの音も新幹線に似てる気がした。また後で乗ろう。今日はとりあえずそのビープカードあるかないか、いろんな駅に当たってみる旅になろうかな。このカードを使い終わったらこの穴に入れるんだよ。すげえよ。なんじゃろうな。この新しい駅の真下にはこのような光景が広がっている。まあ比較的安全なんじゃないか。こんなんでスリ対策にはならないと思うけど、まあないよりはマシでしょう。一応こういうロックをねかけて、本当は暗証番号式がいいけど、ここに今ビープカードあるか聞いてみるか。QR でも乗れるやん。ファーストライン。これか。便利そうだ。ダメだ。フィリピンの電話番号持ってないと買えないわ。ビープカードって食べ物も買えるやん。ほんまにスイカやん。意味不明すぎる。2時になったらさ、なんか発売されるらしい。はは。また2時になったら来てくださいだって。あ、そうか。じゃあこのちょっと怪しいところを探索してみよう。僕のホテルはこの道路をまっすぐ行ったところなんだよな。やばそう。下も道路っていうより商店街になってる。それにここなんだ。ニノイアキノ空港第1ターミナルから5キロほど離れたところにあるバクララン駅。そこから線路は分岐しており、滑走路の近くに車両基地が存在していた。バクララン駅周辺は巨大なマーケットが広がっており、スリや置き引きに注意が必要だ。ちなみに僕のホテルはここら辺。最高だね。なるほど。
これはすげえわ。道路となんだろうな、御徒町ありますよね。あそこに無理やり車が突っ込んでる感じや。すげえわ。これはやばいよ。なんか絶対捨てられる気がする。今ポケットには何も入れてないし、大事なものは全部紐でつながってる。バッグも鍵が閉まってる。やべえだろこれ。景観ももうめちゃくちゃや。すげえなこれ。これが東南アジアか。なるほどな。引かれても全部自己責任の世界や。これはベンツやん。無理やろこれ。やばいよ。すげえ。ここよう通るわ。とりあえずホテルこっちなんで歩き続けるしかないわな。時計や。このクラクションはうざいから鳴らしてんじゃなくて、普通に警報、なんていうの、注意喚起のために鳴らしてるって感じや。プリスってポリスってこと。なんかイスラム教とキリスト教がいるんですね。別に僕はこういうちょっとアングラなところ来るの初めてですけど、すられないためにはやっぱずっと後ろとか警戒してればいいんじゃないかなって思うけど、どうなんだ。今のところ物乞いみたいな人になんか話しかけることはないですね。金持ちみたいな格好は絶対しない方がいいと思います。汚い格好で絶対来た方がいい。これは結構比較的新しい路線のはずなんだけど、いや古いか。匂いは別になんかなんだろうな、よく嗅ぐ臭い匂い。そんなに息を止めるほど臭いってわけではない。ここら辺のなんかその貧富の差はそこまで激しそうには見えない。みんな同じな気がする。あれは何？フロアオーバー。何なんだろう。ひょいとか来んのかな。これはすげえわ。マイク OK。何もすられてない。財布はずっとここにある。すごすぎ。果物は美味しそう。すごく美味しそう。ジョリビー。またなんかお腹いっぱいだけど全然食べられる感じがする。ほんで俺のホテルはどこやねん。全然違うところやったら笑うわ。すげえわ。ずーっとこんなクラクションになってんの。これは正規品やな。全然ちゃんとした正規品が売られてる。正規品ではあるけど盗難された可能性は十分にある。これがフィリピンの中心部と言っても過言ではないよな。こんな雑多なところを日本とスペインが共同開発した綺麗な電車が走っている。ここには韓国製とあとどこだっけな、フィリピンが独自に開発した車両とかも走ってるはずなんだ。後で乗ろう。あれはゴルフ場とかじゃなくてただの看板、それの柱なんだ。ここを歩くのか。こんな汚いところに平然とチェーン店があるのがおもろい。意味不明すぎる。何なんだろうここは。正直言って人間はこんなところで体は休まないよ。すごいな。ほんでね、ついに俺のホテルは見えてきた。何？フィフスアベニューっていうところの駅の近くか。ほんで俺はこれや、これ。セブンイレブンが近くにあっていいね。なんかドアを開けるだけでお金をもらいたがる人がいるけど、ほんまにそういう感じなんだな。とりあえずもう14時からチェックインだけど、もうできるか聞いてみようかな。いけるか。いや全然違った。赤いからこれかなって思ったけど、もうワンブロック先だったわ。とにかく暑い、暑すぎる。とりあえずホテルに荷物だけでも置いていきたいところだ。なんかもうなんか疲れとか一周回って吹っ飛ぶなこれ。なんか全然ある意味なんていうの、アドレナリンが湧いてくるよこれ。こんなのが地球上には当たり前のように存在している。これも後で乗ってみようかな。結構古そうだ。とにかく交通量が多すぎる。ほんで当たり前だけど、こういうところで立ち止まったら終わり。すられる。周りに常に誰かいないか確認しないと。マジでやべえ。あったけども、これどうやって渡るんだ。あれを真似すればいいのか。なるほど。ちょっと遠回りしていこうかな。
これウィンストンホテルってラブホじゃねえか、思いっきり。どうなんだこれ。まあ綺麗なんでしょう。あーすげえ。電車はね治安はいいらしい。すごく電車内で捨てられることはあまりない。なんじゃここマジで。どうやら普通のホテル、いや宿泊できるホテルって間違いないようだ。なんだ何が始まってるんだ。この人たちはみんな帰るのか。どういうことや。意味不明すぎる。はい、思いっきりそうですね。まあでもめちゃくちゃ清潔すぎてびっくり。とりあえず荷物軽くして地下鉄の建設現場に行こう。なるほど。シャンプーと体は固形石鹸か。歯磨き粉は、まあ、よく見るやつ全部もらって帰ろう。これはマウスウォッシュな、偽物の。でもなんか日焼け止め塗らないとほんまに顔が痛いので、一旦シャワー浴びて、ドライあるね。一旦シャワー浴びて日焼け止めを塗って再出発しよう。じゃないと危険だ。何かあったのか。なんか火花が出てる気がするけど、火もたくさん出てる気がするけど、何なんだ。カオスやな。セブンイレブンは何があるんだろう。ビールも別に売られてるのか。すごい平和だよここは。ライトレール乗るためのエレベーターってこんなに並ぶの？どうして？もしかして階段がないのかな。あると思うんだけど、どれだろう。カオスすぎるな。これか。なんでみんなエレベーター乗るんだろう。やっぱこの路面電車タイプのものもいいんですけど、新しい電車に乗りたいので、やっぱ交換線の方に行こうかな。やっぱトラックのクラクションはでかいわ。なぜそれに応える。路面電車タイプの MRT はここからが起点駅でして、そこが投炭式になってるの。あっちなのか。なるほどね。間違えたわ道を。それにしてもかっこいいわ。おお、来た来た来た。あの黄色い電車に僕は一番乗りたいんだけどな。結構古いらしくてもう数が減ってきてるみたいだけど、外観はすごく綺麗だけどな。これが近畿車両と日本車両の共同製造だけど、まあ日本っぽさはどこにもないね。エアコンくらいかな。ってことで頑張ってあっち行くか。遠いな。マニラ首都圏と東京23区は面積はさほど変わらないが、人口は最低でもマニラの方が400万人ほど多いことになっている。おそらくもっといるだろう。だからどの時間であってもこんなに混雑しているんだ。わあ、突然の大雨だ。これがスコールってやつか。まあすぐ止むでしょう。日比谷線みたいに島式ホームではないので、反対側の列車に乗るためにはこうやって橋を渡らないといけない。こういう赤い屋根がなんかちょっと千葉っぽいな。すごい、あっちは大雨だけどここは晴れてるよ。と思ったら逆やったわ。そうだ、ここは日本じゃなかった。階段がありえないくらい急。こういうところの雨って当たっていいのかちょっと謎だな。怖いな。パンタグラフはやっぱ海外式やね。かっこいいわ。このカーブすんごい美しいと思わないか。ここを走ってくる電車取れたらいいね。こんなに運賃がありえない。1時間乗って15ペソ。リープチケットあるかな。いや全然嘘やん。45ペソやん。てかなんでみんなセンス持ってるんだ。さっきこの札使えなかったんですよね。偽札使わされたかな。そんなことある。こんな透明で綺麗なのに。マジでヤバすぎる。電車乗るのにもう10分以上経ってる。なんでやん。なんか新紙幣使えないのかな。その可能性はあるね。マジでありえねえ。この QR 日本人にも使わせてくれよ。ほんまになんで切符買うのに10分もかかるんだ。マジで狂っちゃいそう。もう15時15分か。日が沈んでしまうな。なんでみんな涼しそうなんだよな。ほんまになんかこうもっと暑苦しくせえやって感じやけど、俺だけなんかこんな汗だらだらなのは。おお来た。どうしようかな。黄色いの来るまで待とうかな。どうせならそれに乗りたいんだよな。スカートがない。ちな
なみにここは違うけど、ここはなぜか連接車なんだよな。意味不明すぎる。音もどこかでね、ちょっと聞いたことあるやつかも。ちょっとだけ京成っぽさあります？フルラッピングの電車なんてあるんだ。東京23区ではできないけどね。おお、ほんまに面白い車輪だ。加速がね、いいよね。もうどうやらこの2種類しか走ってないようだ。これは純日本製の車両。特に接近放送が鳴るわけでもなく、突然電車がやってきて発車メロディーも存在しない。しゃあない。これで行くしかないか。まあもう夜まで時間ないんでね。帰り乗れればいいでしょ。乗車列みたいなのはあったけど、我先にみんな乗り込んだ。これは実につり革らしいつり革だ。ただいまの時刻は3時半だというのにこの混雑。みんな一体どこに行くんだ？なぜ東京の中央線並みに混んでいるんだ？仕事がこの時間に終わるのか？フィリピンの仕事の勤務形態とかよくわかんないよ。昨日はほとんど寝れなかった。座っていたら寝てしまいそうだから立つことにした。そしたらこの車椅子スペースから大きく車窓が見えてラッキー。にしてもすんごいカーブ。下の幹線道路は相変わらず大渋滞だった。ここら辺はマラテ、エルミタ、トンドという3つの治安が悪い地域がつながっている。スターバックスもあり、一見平和そうな街に見えるが、貧困世帯も多数生活しており、犯罪発生率が比較的高い場所だと言われている。ここら辺は夜間は絶対に出歩かない方がいいだろう。最近のニュースだと配達員のふりをした強盗が日本食店に入ってきたというニュースもある。まあ店の中に入ってこられてしまっては防ぎようがないが、僕らができる対策としては夜には出歩かない。昼間でも路地裏には入らない。日本人観光客だと分かるような格好はしない。襲われても抵抗はしない。抵抗したら撃たれると思った方がいい。拳銃も持ち歩きたいところだが、フィリピン人しか所持は認められていない。このような世界で当たり前のように日本から駐在員として派遣されている人々が本当に勇ましく見えてきた。今から向かう地下鉄の建設現場や日本のチェーン店を手掛ける人々、本当に大変な仕事ですごいことだなと改めて実感した。この電車は標準機のせいかほとんど揺れがない。乗り心地は本当にいいよ。レールもロングレールなのかよくわかんないけど、全然ジョイント音が聞こえないな。エアコンの音もうるさくなく、外のクラクションの音は全く聞こえない。この車両悪くないな。車内はだいぶ空いてきた。車窓は全然変わりがないな。ちょっとマンションや高いビルがなくなってきたくらいで、高架下は相変わらず混沌が広がっている。でもどうだろう、よく見たらちょっとだけ静かなのかもしれない。車の流れもいいし人も少ない。これ高級車だっけ？いい店もあるじゃないと思ったら、突然こんな高いマンションが現れる。一体どういう基準で開発をしているのか。僕がこれから行くところも再開発の真っ只中だ。あ、終点か。約1時間の手だ。ここは幾分か街が綺麗な気がするな。どこ行くんだろう。一応延伸計画があるらしいけど、
どうなんだろうね。あそこに留置してるって感じなのかな。ここまでの運賃150円でした。安すぎるでしょ。いやー、綺麗だ。全然綺麗だ、さっきより。なんだろうね。こういうところは食べようと思わん。乗ってきた電車はすぐに折り返し、再び僕が最初に乗ってきたドクターサントス駅まで行くんだろう。かなりのロングランで結構大変そうだ。乗るのは簡単だし、この電車は比較的治安も良かったから、ぜひ皆さん乗ってみて。ビープカードがあったら本当に楽だけどね。さて、ここから少し歩き、地下鉄の建設現場に向かいますか。そしたら何やら高架線が見えてきた。これは7号線ができるみたい。2027年とか8年に開業予定らしいけど、まだまだ開業しないみたい。この線路をたどった先に車両基地もあって、車両も完成して留置されてるんだけど、線路はできてない。ですね、ほんまにやばい。空気が悪すぎて、肺とか呼吸器官弱い人は来ない方がいいかもしれん。マジでちょっとしんどくなってきたな。声も枯れてきた。なんか本当静かな場所がなさすぎる。なんでだろう。ちょっとフィリピンの田舎行きたいな。水を見るだけでも癒されてしまう。それほどここは雑多な都会となってしまった。こういった進化を経て街はどんどん豊かになっていくんだから、しょうがないか。日本もかつてはそうだったんだろうな。こんなショッピングモールですら都会の喧騒から離れと思ってしまう。それほど静かだ。ちょっと進みましょう。なんかさっき言ったショッピングモールより MS ショッピングモールよりすごく栄えてる、賑やかやな。いいじゃないですか。なんか新橋っぽい雰囲気あるね。すごい。これ何のお店なんだ。わかります？このサンシャインっぽい雰囲気ありません？池袋サンシャインシティ。この吹き抜けのエスカレーター、そしてちょっと低い天井、圧迫感ある暗さ、なんとなくわかります？ユニクロとキッズなん日本のテーマパークなの？これはグリーンウィッチ。なんだね、こんな料理あるの日本に。すごいね。ほんでこれはフードコートか。めちゃくちゃいい匂いがする。すげえ美味しそう。フードコートじゃないのかな。なんだこれ。犬 OK なんや。これはなんかとある大学の事件を思い出しますね。シャオミの実店舗やん。なんで日本に作んないんだよ。すごく人気あるのに。でもフィリピンではあんまり。いやでも結構人いるな。タイの料理屋じゃん。なんか警備員と高級なお店の店員が仲良くしてるのすごく微笑ましいですね。これはなんだバンダイじゃん。最近 G ガックス見て止まっちゃったからな。他のバンダイ見ようか迷ってるんやな。これもまたすごい電飾やな。結構金かけるところは金かけるんだな。てかここで G ガックスのなんかやったらいいのに、ガンプラをみんなで作ってる。これがフィリピンのガンダムファンたちか。なんか誇らしいね。そのフィリピンの地下鉄事業、本当に素晴らしい土地を選んだな。この商店街をまっすぐ行くと駅が出てくるんだ。なんか辛い料理を食べてみたいな。フィリピンにはないのかな。ところでこの乗り物すごくいいね。日本のショッピングモールにもぜひ取り入れてくれ。無印良品だけどあんま知られてないのかな。誰もいないぞ。これはどうにかした方がいいんじゃないか。あんまり良さが分かってないんじゃないかなと思う。食べ物にはすごくうるさいというかこだわりがある気がするな。食べ物全振りにした無印良品を作ったら売れるんじゃないか。若い層は植物も好きなのか。なるほど。フィリピンのスーパーか。でかっ。これはジャパニーズ寿司があるじゃん。さあ来ましたよ。チキンアドボとやらものとコーヒー頼んだんだけど、なんで砂糖入ってんだ。普通のコーヒーないのか。ご飯死ぬほど熱くて、これちゃうね。チキンアドボじゃなくね。まあええか。まあいいか。家庭料理になるものがあるって聞いたんだけど、甘っ。激甘やな。ほんまにフィリピンの料理って全部甘いね。
だから太るんだよってことはさておき、うまい。ありえないくらいうまい。めちゃくちゃうまい。ここに唐辛子があったら最高にうまいのにな。これめちゃくちゃうまいですね。やっぱ甘さにこだわってるだけ味もうまいわ。適当に作ってない感じが評価できますね。コーヒーと合う。めちゃくちゃ合う。こんなん毎朝食べてたら俺は余裕で60キロいっちゃう。甘い料理好きな人フィリピン絶対来た方がいい。もう安すぎる、うますぎる、ほんまにうまい。甘いものが嫌いな俺が言ってるんだから間違いない。マジでうますぎた。ごちそうさまです。うわこれすごいな。蒲田要塞みたいだ。なんてでかい駅なんだこれ。二層構造になるのもしかして。さあついにはるばるやってきて到着したぞ。清水建設と JICA が作っているフィリピンの地下鉄、その工事現場がやっと見えてきた。あれだ、すげえよ。こんなところに地下鉄ができるの信じられるか。今ここに真下に地下鉄が作られようとしている。すげえことだよほんまに。あそこにしっかりと見える JICA のマーク、すごいすごいすごい。あ、どうしてもあっちに渡りたい。どうやって行ったらいいんだろう。ここはやっぱ渡るしかないのかな。まあでもここから眺めるだけでも十分か。フィリピン地下鉄事業は全長33キロのとても長い地下鉄で、全部の区間においてトンネルで作られるようで、その一部区間は完全に日本の企業がやるようで、車両基地とそして3駅ぐらいだったか、日本企業が完全に作る予定です。車両もおそらく E233 系か E235 系をベースにした何か地下鉄、もしくはその東急のそこら辺をベースにした車両がここを走ることになるんでしょうね。なんて壮大な夢なんだなんか泣けてくる。すげえよ。はあ、日本政府は海外にお金をばらまいてばかりで叩かれてるって印象もあるけど、逆にこの渋滞や交通の騒音、そして排ガス問題、これらがあれが完成することで解決するってなったら、もうそれはとんでもなく大きな功績だと思わないか。日本では最近大々的な新しい地下鉄とか鉄道の工事っていうのは行われてないけど、今も海外で行われている。これこそ日本の力を知らしめる最も有効的な手段だ。こんな騒音だらけ排ガスだらけの生活ではとてもじゃないが安心して暮らすことはできない。おそらく運賃は全区間にわたって230円もしくは300円くらいになるらしく、まあフィリピンの鉄道にしてはちょっと高いかもしれないけど全然安い。とんでもないスコールだ。これはとんでもなく大きなプロジェクトで、全体にわたって地下のトンネルはシールド工法、日本の地下鉄とかでよく施工されているようなそういうマシンを用いてトンネルを掘っている。実際に工事現場を見学してみたいけど、でもどうだろう、無理言ったら見せてくれそうだけどな。でもまあいろいろ日本政府が結構力を入れてやってるものなんで、そんな簡単には足を踏み入れちゃいけないか。ちょっとバイクタクシーに乗って早く海岸まで行きたいな。そんで夕日を眺めて今日はもうホテルに帰りたいと思うけど、バイクの後ろに乗るのは怖くてできないけど、やばここだけどバイクの横に小さな荷台があるタクシーがあるんで、それならちょっと乗ってみたいかなと思う。さすがフィリピン、もう雨が止んだ。ありえない、日本ではこんなことはありえない。あちらでは晴れている。すげえ、なんじゃこれ。これも一応なんか乗り合い路線バスみたいなやつらしく、車掌が乗ってる、運転手の他にその人が運賃を徴収してなんか乗るって感じなのかな。ほんでいろいろ乗らないか乗らないかっていう勧誘がすごくて面白い。小バスとかがこの都06錦糸行きに乗らないか乗らないかって浅草で騒いでる光景を思い浮かべてみて、やばい。地下鉄ができたらこの音も聞かなくてよ
くなる。完成が待ち遠しいね。さっき乗ってきたやつは一応延伸計画があるのか。駅はできてるけどまだ工事中だな。これは今日雨だから見れないからな、夕日。おしゃれなアジアの未来って感じや。東京にはないな、この雰囲気。みんななんかお祭りのように楽しんでる感じがいいんだよ。誰も辛い顔をしてないというか、好きにくつろいでるのがすごくいいなと思った。今日これ夕日は無理だ、 100% 無理だから、もうホテルに戻ろう。すげえ、これが日常だよ。東京でこうなったらニュースになるけど、こんなんじゃニュースにならないからな。やべえよ。救急車が後ろにいるけど、このような渋滞では救える命も救えないことがあると思うんだよね。そのためにも早くたくさんの鉄道を開業させるべきだとは思う。この道路をパッと見ただけでも3台の救急車が立ち往生している状況だ。やばい、今日死ぬほど歩いた。あの電車がずっと先まで開業してくれてればこうはならなかったんだけど、多分もう5キロは歩いたな。俺はとんでもないものを見ちまったかもしれん。あの列を見よ。フィリピンのこの人口ではさばききれていないんだ。電車に乗るための入場規制が敷かれている。でもどうなんだ、この金属探知機の入場は別にいつも通りか。あ、進撃の巨人と PUBG のコラボか。なるほど。次の電車はなんだ。ああ、赤か。あ、PUBG ね。荒野行動かと思った。もう赤い電車しか来ないんだな。なるほど。近畿車両の乗りたかったけど、また次回。残念ながら夕日は見れなかったな。もう EDSA 駅まで寝ることにしよう。ちょっと微妙に車体が斜めになってるんだよな。おもろいわ。どこに乗ろうかね。ここでいいかな。誰が乗ってる。ほんまに涼しすぎ。とはいえもう次の駅ぐらいで満員になるんだろうな。やばいわほんま。この電車の防音性は本当に高い。加速もいいな。なんかほんと全体的に京急とか都営浅草線みたいな挙動なんだよな。床下からゴトゴト響いてくる感じが大好きだ。外はもう真っ暗、何も見えないや。夕日見たかったけどな。また来ることはあるでしょう。マニラ湾から望む夕日は世界三大夕日と言われており、とても綺麗だと聞いている。駅間が結構短くて、それで乗車時間が伸びているってのもあるかも。これでそのうち快速運転とか始めたら結構面白そうだけどな。そこら辺は阪急次第ってところか。退避設備とかはないからそれも作ればいいのかな。電車の座り心地はプラスチックの板だけどとてもいいよ。窓ガラスが揺れるわけでもなく、車両全体でドシンドシンと響く感じがね、重厚感あっていいんだよな。さあ激混みだったので撮影なんかはできなかったよ。ってことでこれ EDSA 駅っていいのかな。ここで降りよう。どうやって帰るんだっけ、宿に。忘れちゃったよ経路。Google マップ使えるからいいんだけどさ、正直言ってこんなところで携帯見ながら歩いたら終わりだと思うんだよね。立ち止まっても終わり。これもう積んでんね。もうこういう跨線橋なんていうの、連絡通路にも商店がびっしり並んでるのは日本では見ない光景だよ。まさに無法地帯だな。でも結構まともそうな人たちがいっぱいいるから安全っちゃ安全なのかな。でもな、真っ暗な時間帯に歩いてしまった。本当に怖いよ。本当は暗くなる前に帰りたかったんだ。夕日を見に行く人は気をつけて。怖い。怖すぎるよ。でも若い女性も多いし大丈夫かな。女性が一人で歩けてるっていうのは
安全基準の一つだと思うんだよな。いやー、セブンは平和だね。ブルダックはないのか。辛ラーメンはいらんな。なんか似たようなのもあるけど、これではない。まあ適当にビール2本と水を2本買った。これで口をゆすいだり飲用水にする。水道水は飲めないからね。飲んだらどうなるかわからないよ。いや、怖い怖い怖い。本当に怖いよ。こんなところを歩かなきゃいけないのか。正直言ってメキシコとあんまり雰囲気変わんないんじゃない？アドレナリンっていうやつがどこでも出てくるね。それにしても夜は本当にカメラがブレブレだ。手ブレが多くてすみません。警察いるから安心やね。フィリピンは買収とかが少ないイメージだよ。犬触りたいね。でも触って噛まれてでもしたら即死のウイルス狂犬病に感染してしまう。さあ逃げよう。窓怖すぎでしょ。誰か入ってたりして怖え。最後までご視聴いただきありがとうございました。どのシーンがいいと思いましたか？コメントは後日返信いたします。次回は世界で一番治安が悪いと言われていたニノイ・アキノ空港、その現状を紹介します。皆さんもフィリピンに行くときは夜は絶対に出歩かないで。移動は電車かグラブを強く推奨します。それではまた次回の動画でお会いしましょう。